今期エクです。今回のテーマは、同性のあの人が気になっているあなたへ、お相手の気持ちです。同性のあの人が気になっているというのは、シスジェンダー、つまり生まれた時に割り当てられた性別と性自認が一致した方だけではなくって、トランスジェンダーやノンバイナリー、Xジェンダー、またはですね、バイセクシャルで現在は同性に恋をしている方や、パンセクシャルで同性に恋をしている方、その他ですね、様々な性自認や性的指向の方で、現在、同性の方、今は気になっているなという方ですね。そういった方はこちらをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はハートソナーというスプレッドとオラクルカード1枚を使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のお相手の気持ちですが、まず結論から言いますと、ちょっと A の方に関しては辛口気味になってしまいます。そこはご了承くださいね。はい。覚悟した上で聞いていただければと思います。それで、助言もね、しっかりお話しさせていただきますので、1枚ずつお話しさせていただこうと思います。まず現在ですね、こちらが恋人の逆位置。恋人の逆位置っていうことなので、まず今は恋愛として成就が難しいっていう状況だとは思うんですよね。今はなかなかね、あなたの気持ちが報われなくって、虚しい時期っていうところなのかなと思います。こちらの気持ちがうまく相手に届いていないっていうことですね。もしかしたら思いを伝えるまでにはいけてないのかもしれないですね。で、お相手の方も気づいてないし、あなた自身も勇気が出なくって、まだその恋人に至るっていうところまではいけてない。おそらくね、気になるお相手っていうことなので、片思い段階、ちょっと前ぐらいの段階だとは思うんですけれども、そういうことなので、今はまだ期待ができてない部分なのかなっていうのがあります。では未来ですね。こちらがどうなるか。死神の逆位置ですね。諦めきれない部分がありますね。踏み切る勇気はでも足りてないと。結果を出すにはね、まだ早いので、焦りは禁物っていうところもありましたので、未来でもね、まだあなた自身はお相手の人のことを諦められない。でも、踏み切る勇気もない。でもその状況で良さそうではあるんですよね。結果を出して暴走してしまうとか、告白をしてしまってどうにかなろうとか、そういう風になるにはまだまだ早いのかもしれない。もうちょっと時間をかけた方がいい関係になれるのかもしれないっていうことだと思うんですよね。ただね、断ち切る必要はないのかなとは思うんですよ。あなた自身がお相手のことをね、好きだなっていう気持ちがその段階であるのであればね、そこでもうダメだっていう風に諦めるっていう必要はないと思います。気持ちがあるのであれば、まだね、もうちょっとゆっくりと歩んでいってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。死神がね、逆位置じゃなくて正位置だったらしっかり断ち切ってくださいって言ってたと思うんですけど、逆位置なのでね、まだ断ち切らなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。鎌がね、まだ降りてる状況なので、もう少し様子を見ても良さそうな気がしますね。もともと先の未来になると、また変わっていくのかもしれないので、そこをね、まず
勘違いしないでもらえたらと思います。諦めてしまった方がいいんじゃないかっていう風にね、落ち込まなくて大丈夫だと思います。もうちょっとね、時間が必要っていうことだと思いますね。で、そのあたりでね、お相手の気持ちとかそういったところ気になると思いますので、見ていきましょうね。では、あなたへの印象ですね。お相手がどう思っているかっていうのが、ワンドのクイーンの逆位置とワンドのキングの逆位置が出たんですよね。この2つが出てきたっていうことは、どっちもね、権力者ではありますよね。だから、あなた自身のことをね、何か遠い存在と思われてる可能性があります。もしかしたらその年齢的にあなたの方が年上っていう可能性もあるし、そうではなくって、いわゆる上司と部下みたいな関係っていうこともあり得るし、また他のね、心理的なところで、あなたが何かこう手が届かないような感じの高嶺の花というかね、そういったところを感じている人もいるのかもしれないんですけれども、高嶺の花って言ってもね、これは私としては特にね、性別関係なく、ジェンダー関係なくね、お伝えはしております。なので、そういうふうに、心理的に遠い存在と思われている可能性もありますし、いろんな状況があるとは思うんですけれども、どちらにしてもね、そのお相手からすれば、自分とは釣り合わないかもしれないなっていう風に引け目に思ってる可能性はあります。で、ワンドのクイーンとワンドのキングがね、ちょうど背中合わせになって、後ろ向いてるっていう感じなんですよね。で、逆位置ですよね。なので、あなたの気持ちっていうのがね、そもそもそのお相手の方に届いてないのかもしれない。全然気づいてもらってないのかもしれないので、だから背中合わせになってるのかなっていうのはありますね。あなたのことをどうこうっていうよりは、自分がそういう対象に思われてるっていうことを思ってないのかもしれない。それで、まだね、そこまであなたのことを意識するまでに至ってないのかもしれないですね。そこはね、あなた自身がもうちょっとアピールする必要はあるのかなとは思うんですけれども、先ほどの上司と部下っていう形になると、私としてはね、やっぱりハラスメント的なものが心配になっちゃうので、そうならないために、ある程度の距離感とか、相手をちゃんと尊重する。自分は上司なんだから、部下の人にあれこれこうどうこうするっていうのになっちゃいけないとは思うのでね、そこは気をつけてもらいたいと思うんですけど、そうじゃなかった場合ね、そうじゃなかった時はいろいろね、自分のことをね、アピールするっていうのはもうちょっとしてもいいのかなとは思うんですけれども、職場の人間関係とかになっちゃうとちょっと心配になっちゃうんですよね、私がね。そう。だからね、ちょっとそこは辛口に言っちゃうんですけどね。そうならないようにね、ハラスメント的なことにならないように、ある程度の好きな気持ちはあるとは思うんですけれども、あまりこうアピールをしすぎないっていうのは必要かなとは思うんですけど、それ以外の方になると、しっかりね、お相手の方に自分は好きなんですよっていう気持ちをね、それとなく伝えるというか、アピールする必要はあるのかなとは思いますね。まずね、気づいてなさそうっていうところが大きいのでね。で、あなたのことをね、全然自分にはね、届かない人だと思ってらっしゃるみたいなので、その辺もね、もうちょっと気軽に話しかける感じのポジションについてもいいんじゃないかなとは思いますね。ではですね、今回お相手の状況なんですけれども、ワンドのページの正位置が出てますね。これね、完全にね、あなたへの印象のところに出てきたのがワンドのクイーンとワンドのキングで、権力者ですよね。で、お相手の状況のところに出てきたのがワンドのページなので、ワンドのページっていうか、ページがそもそも若者的な、もうはつらつとしたね、まだ権力者とかじゃなくって、今から上に向かっていくぞっていう人たちのことを表してるので、これを考えると、やはりあなたとそのお相手だと、随分と何かこう、差があるというか、なんかあるのかもしれないですね。年齢差か、上司と部下か、それか、別のことになるかもしれないんですけれども、何にせよお相手の方が少しね、
あなたのことをもっと自分より大きい存在だと思ってるのは間違いないかなとは思うんですよね。で、そういうお相手なので、今はとにかくいろいろとやっていきたいと、未来を確信して熱意を燃やしている時なので、で、その明るい自分の展望の方に夢中になってて、今いろいろとやってやるぞっていう感じのやる気を見せているっていうところなので、そうなってくるとね、あなたに対する気持ち動向よりも自分のことに熱中してるっていうところが大きいかなとは思います。自分が頑張りたいこと、そういったところに熱中してるから、あなたのことを、あなたの気持ちにもまだ気づけてないし、自分自身のいろんなことをね、やっていきたいって思ってらっしゃる状況なのかなっていうのは感じられますね。こうなってくると、お相手の方の、頑張りたいという気持ちを応援するっていうのは一ついいのかもしれないですね。あなたが、例えばね、支えられるような感じのところにいらっしゃるんであれば、そういうふうにしっかりね、背中を押してあげるとか、してあげると、お相手の方っていうのはね、あなたに信頼を置けるなっていうふうに思ってもらうと思うんですけど、そこがね、恋愛につながるかどうかっていうのは、なかなか難しいとこではあるけれども、でもね、相手のために何かしてあげるっていうのは一つの方法かなとは思います。そしてですね、お相手の願望ですよね。こちらが何なのかっていうのが、ペンタクルの4の逆位置ですね。すべてを手に入れたい。自分の利益をいろいろ考えている。自分のことを見てる状況ですね、お相手の方はね。まず自分がしたいことのためにいろいろと何か手に入れたいものがあると。すべてを手に入れたいっていうのがね、かなり大きな野望を持ってらっしゃるっていう感じですよね。なので、その願望を手にするために頑張らなきゃっていう風にね、熱くなってらっしゃるとは思います。で、自分の利益に何があるのかっていうのがね、いろいろ考えているので、その中であなた自身がそのお相手の方の利益になるようなことをね、いろいろ教えてあげるといいのかもしれないですね。そうなんですけどね。そこでもちろんね、情報とかを与えたり、応援したりとか、そういう風にすると、好感は持ってもらいやすいとは思いますね。信頼もしてもらいやすいですし、そういう点ではね、印象は良くなっていくかなとは思いますし、もしかしたらね、そこからあなたのことを意識するっていう可能性もないとは言えないですからね。まずね、そのお相手の方の野心家なところ、頑張り屋なところ、そしてこれからをね、もっともっと盛り上げたいと自分の中で思ってらっしゃるっていうところがあるので、そこをね、あなた自身がどういう風にね、助けてあげるか、助けてあげるのがいいんじゃないかなとは思うんですけどね。もしそのお相手のことを思うならね。それでお相手の方が必要ないですよって言ったらもちろんそこで引くのは大事です。それで無理やりね、相手が望んでないのにいろいろとやりすぎてしまうとか、アドバイスしてしまうとか、そういう風になっちゃうとね、それは良くないから、お相手の人にいろいろと聞きながら、それで自分が手伝えることは手伝ってあげるっていう風にしてあげるといいのかなっていうのはありますね。では、あなたの状況が何なのかっていうのがペンタクルの10の正位置ですね。結果に満足します。まずね、結果に満足っていうのが恋愛とは限らないんですけどね、これは。多分ね、お相手の状況とあなたの状況が噛み合ってる感じがしないので、多分あなたのこの状況っていうのは恋愛とは関係ないところで、いろいろと結果が出てくるのかなっていうところがあります。で、その中でしばらくは友達とか友人として付き合って安定する形になりそうなので、まさにね、死神未来のところに出てきた焦りを出してしまうと良くないっていうところがあるのかなと思いますね。まずは対等な友人として相手の中に自分の印象を強くしてもらうっていう風に動いていくことが大事っていうことなので、大事な友人としてしっかりとお付き合いして安定していく。そこからまた意識してもらうとか、そういう風に動くことは可能だと思いますね。決してね、それで無理だよっていうわけではないんだけれども、まずは今から未来からですね。そのあたりは
しばらくはあなたとお相手の人っていうのは友人関係とかそういったところから始めていくというふうに動いていくのが一番いいのかなと思います。ではね、助言です。ペンタクルの5の逆位置ですね。意地を張らず助けを求めれば救いの手がありますということでですね。自分一人で頑張る必要はないのかなと思います。恋愛においてものすごくね、悩まれてるからこそこういった占いを見られてると思うんですけれども、そういう時ね、もしよろしければね、身近な人にね、しっかりとこういう恋愛で悩んでるっていうことをね、聞いてもらったら、ものすごくお役に立つアドバイスをしてもらえるのかもしれないですね。一人で頑張る必要はないし、で、お相手の人がね、まだまだあなたの方に向けるほどの余裕がないというか、自分のことで手一杯っていう部分があるので、そういった時って自分だけが空回りしてるんじゃないかとか、なんか暴走しすぎてないかとか不安になっちゃうと思うんですけど、そういう時にね、自分一人でいろいろと恋愛において頑張る必要はないし、誰かに頼りながらね、動いていくっていうのでもいいと思うし、もうあまりにもね、そのお相手の人から全然見向きもされないみたいな気持ちになった時、焦りは禁物とはお伝えはしましたけど、どうしてもね、焦るっていう時があると思うので、そうやってね、苦しい時は誰かにね、こんな風に見てもらえなくてなかなかうまくいかないんだよね、みたいな感じでね、言ってもいいとは思うんですよね。その中で愚痴みたいなものですよね。そういったところも言ってもいいと思いますし、まずね、一人で抱え込まないっていうことが大事だと思いますね。恋愛におけることでも、しっかりね、信頼できる人にね、話すっていうことは大事だと思います。では、オラクルカードの助言ですね。何もかもが怖くて自分が弱いと感じる。でもそれは何もうまくいかないという意味ではありません。不安な感情は通常現実を示すものではありませんということでね。恋愛に関してね、失敗するのって怖いですよね。そうで、怖いし、それでいろいろとこう一喜一憂してしまう、傷ついてしまうとか、そういうので自分が弱いと感じてしまうことってあると思うんですけれども、だけどうまくいかないというわけではない。今はね、焦っちゃダメですよって言いました。だからね、その中でどうしても結果が出てこないっていうことになっちゃうと思うので、不安も尽きないと思うし、心配だと思うんですけれども、それがね、全部が全部現実を示すものではないっていうことですね。確かに、そのお相手の人との関係性をしっかりと、友人関係からでもね、続けていっていただければね、お相手の人とうまくいく可能性もいくらでもありますし、まずは自分を意識してもらうことが大事っていうことですよね。あなたの場合は存在が大きいというか、お相手の方よりはなんだかこう位が上なような感じの存在に見えるというか、そういう感じだったので、まず自分とそのお相手の方っていうのがしっかりね、対等な人間関係を紡いでいきたいというね、そういう思いっていうのは伝えていくのが大事かなとは思いますね。そうですね。現在未来におかれまして、おそらくね、あなたにとってはちょっと苦しい、出てきてしまったんですけれども、そこをね、今からでもゆっくりとね、関係性を築いていくことで変えるっていうことはできます。で、ただ私としては、さっきもお伝えしましたけれども、もしも職場の上司と部下とかそういう関係なんだったらハラスメントとかになってしまう。そういう権力差っていう方向に行って本当の権力差になっちゃうと、ちょっとね、問題が出てきてしまう可能性があるので、そこはね、しっかり用心しながら気をつけていただく。多分、あなた自身が上司側とかになっちゃうんじゃないかなとは思うんですけれども、だからこそ気をつけるっていうのはしてほしいですね。もしそうではなくって、別の関係性で、なんだかあなたの方がお相手の方よりも大きい存在というか、お相手の方が尊敬するような存在であると。だからこそ恋愛対象には見られていないっていう感じなのだったら、まずね、そこがあなた自身はお相手のことをちゃんと恋愛対象として見ていて、で、
かなり意識しているっていうことをね、それとなくアピールしていく。あとはまあ友人関係としてゆっくりと関係を作っていく。で、交流していくことで、だんだんとお相手の方の気持ちっていうのもね、ほぐれていって、そこから恋愛につながるっていう可能性もね、出てくることはありますので、まずはね、ゆっくりと関係を築いていくっていうことを意識してほしいなと思います。そうですね。ちょっと厳しいことも言ったりはしましたけれども、私としてはね、応援をしたいなとは思いますので、会社の話は別なんですけど。言っちゃうんですけどね。その辺は私は厳しい言います。で、あとはまあ、本当に辛いとか悲しいとかね、恋愛における悩みがどうしてももう耐えられないっていうことがあったら、頼りになる人、自分の近くにいる人にしっかり相談されてください。よろしければね、こちらの方を参考にしながら動いてみてほしいなと思います。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のあなたに対するお相手の気持ちですね。お相手の方かなりですね、あなたに対して気持ちが向いてるようなので、これからですね、かなりうまくいく可能性も高いんじゃないかなと思います。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず現在ですね、ワンドの2の正位置です。恋の目標を達成できそうです。ということでね、まずここからおめでたい感じになりましたね。恋の目標なので、もちろんね、それが両思いっていう可能性もあるし、まず片思いから、それでちょっとずつね、関係性を築くとか、そういったところ、それぞれの目標があると思うんですよね。まずはこうしたいなとか、デートをしてみたいなとか、お食事に行ってみたいなとか、そういうところとかね、もしくは連絡先交換したいなとかね、そういったスタート地点とかもあるかもしれないんですけど、まずはそういったところがね、達成できそうなので、そこがね、すごく嬉しいですね。で、ワンドの2のね、カードさんを見てもらったら、ハートがちゃんと後ろに控えてるんですよね。風船なんですけどね。しっかりと相手に思いが伝わりやすいっていうことでね、あなたがちゃんといろいろとアプローチしてもらったら、お相手の方っていうのも気持ちは伝わるし、で、意識もしてもらいやすいのかなっていうところがあるので、現在もね、かなり恋愛運好調っていう感じがします。では未来ですね。忍者の逆位置です。恋の素晴らしさを再認識する時ですということで、現在に続いてね、未来でもなんか良さげな感じの結果が出てきましたね。恋の素晴らしさを再認識するぐらいなので、関係性がかなり深くなっているのかもしれないですね。この人と出会えてよかったなとかね、そういう風にじっくりとね、考える時間っていうのができていくのかもしれないですね。ただ心配なのが、人目を気にしすぎてしまうっていうところがあるんですよね。これはでもね、好きな人が同性っていうところもあるので、それでね、人目気にしちゃうとかありますよね。それはでも社会の方が悪いんですけどね。外部の人たちの方が、やっぱりね、まだまだね、遅れてるところがあるというか、認識がね、全然できてないっていうところがあるんで、そこをね、あなたたちが悪いわけじゃないんですけど、それ、どうしてもね、でも、外の外部の人たち、あなたの周囲の人たちにね、どう説明するかとかそういったところ難しいと思うのでね、そうなってくると人目が気になっちゃうとかね、自分たちがしっかり信頼できる人たちにはもしかしたらね、こういう人のことが好きでとかね、こういう人とお付き合いしてるんだよとかいうふうにね、どんどんとお話できるようになっていくのかなとは思うんですけれども、そうじゃない人たちですよね。そこは悩ましいのかなっていう部分が感じられますね。だけどね、外に出ていいんじゃないかなとは思います。外の世界に出ていく。これはね、別に大きな運動をしなさいとかそういうわけではないんですけど、例えばね、プライドパレードに出ましょうとかそういう意味ではなくって、もちろんね、そういう運動も大事だとは思うんだけれども、そのね、堂々とね、手をつなぐとか、そういうことが、もしかしたらね、やっぱり気になっちゃって勇気が出ないとかあるかもしれないけれども、まずはね、二人で外の世界に出てもらって楽しい姿っていうのをね、楽しい姿っていうか二人でいればね、楽しいと思いますので、そういったね、楽しい時間をちゃんと
外とかでね、過ごしてほしいなと思いますね。隠れる必要はないとは思います。では、お相手の方がね、あなたに対する印象をどう思っているかなんですが、カップの3の正位置とペンタクルのキングの正位置ですね。親密さを感じています。あなたとは気が合うし、いろんな気持ちを共有できると思っていますね。安心して向き合える誠実な人だなというところもあって、もうかなりね、あなたに対して印象がいいですね。そう、あなたと一緒にね、いられたらいいなというふうに思ってらっしゃると思いますね。これを見てるとね。そう。相性がいいんじゃないかなとは思うので、あなたのことをね、あなた自身がお相手のことを大事にしてるのかなっていうのはありますね。だからこそ、お相手の方も素敵だなと思ってるし、一緒にいたら楽しいとかね、安心できるなというふうに思ってらっしゃるんだと思いますね。この関係性をね、すごく大事にしてほしいなと思います。せっかくね、こうやってお相手の方はね、あなたのことを思ってらっしゃるので、このままね、恋を成就させても私はいいとは思うんですよね。しっかりとあなた自身が前に進んで、お相手の方と関係性深めていって、で、お相手の方がね、こうやって思ってらっしゃるから、あなたもお相手のことをこう思ってるよっていう感じでね、お伝えしてもいいんじゃないかなと思いますね。ではですね、お相手の方の状況がどうなっているのか、死神の逆位置ですね。過去に縛られ先に進めないっていう風に出ちゃってますね。ということは、お相手の方はね、すごくあなたに対してものすごく好感持ってるし、好きだなっていう気持ちも感じられたんですが、なんだかこう、昔のことが忘れられないというか、それはね、もちろん過去の恋愛かもしれないし、別のことかもしれないですね。他のことかもしれないんですけど、そういったところがあって、あなたと先に行きたいとは思ってらっしゃると思うんですよね。印象から見ても。で、あと未来の感じとか、現在の感じとか見ててもね。だけど、お相手の方から動くっていうのができないのかもしれないので、あなたが手を引いて、外に出してあげる。お相手の方を連れてきてあげるっていう風にしてあげるといいのかなと思いますね。もちろんね、お相手の方が悩まれてることをしっかりあなたが聞いてあげるっていうことも必要だと思います。それによって解決しないかもしれない過去のことだからね。だけれども、話を聞くだけでも、なんだかこう救われることもありますし、で、実際ね、もしかしたら過去のこととはいえ、今も解消できるものもあるかもしれないので、そういったところでね、聞いてあげるっていうのは大事かなと思います。多分ね、これだけあなたに対して親密さとか感じておられる人なので、いろいろとこう聞くよっていう風に言ってあげたらね、悩んでることとかそういったこともちゃんとお話ししてくださると思いますし、それをね、しっかりあなた自身が聞いてあげることが大事かなと思います。でね、できることはしてあげるっていう風にして、で、しっかりね、手を取ってあげてほしいなと思います。じゃあそんなお相手の方の願望ですね。これがソードの8の逆位置です。我慢せずにはっきりと言いたい。人の目を気にしたくないということでね、ここで思いが溢れ出ちゃってる感じしますね。あなたに対してね。本当は言いたい。ちゃんとね。だけど、我慢してるんでしょうね。なんか可愛らしい感じの人だなって思いました。あとは人の目を気にしたくないっていうことでね。そうね。人の目は気にしちゃうけど、でもできればね、気にしたくないですよね。そういうことを相手の人は考えてらっしゃるんだなと思いましたね。だからこそ、せめてね、堂々と歩くっていうことが勇気がいるかもしれないけれども、ただね、二人で楽しく歩くっていうだけでもね、全然違うと思うので、人の目は気になるかもしれないけど、ちょっとね、勇気を出していくのがいいのかなとは思いますね。ただね、もしも恋人とかね、恋愛関係なんですよっていう風に考えてほしいのに、友人だとかね、別の関係性だとか思われるとね、辛いとかそういうこともあるかもしれないので、そういう辛い気持ちを持ったまま頑張りすぎちゃうとね、二人とも疲れちゃうので、時にはね、そういう感じで、恋人として二人でね、一緒に外に出たりして、恋人じゃなくても恋人未満か。恋人とか恋人未満とかで外に出て仲良くね、お話しするっていうことをしてもらうのがいいのかな。人の目を気にしたくないって思ってますからね。いろんな人がね、いるからね、未だにね、偏見とかもあるし、
嫌なこと言ってくる人もいるかもしれないけど、その代わりにね、応援してる人もいるし、なんかこう助けになりたいなとかそういうことを考えてる人もいるのでね、全然ね、味方がいないわけじゃないので、そこをね、あまりネガティブなことばっかり考えるのではなくって、人の目を気にせず、人の目は気になるかもしれないけどね。でもちょっとずつでいいのでね、二人でね、外の世界に飛び出そうっていうこともね、してもらえたらと思います。ではですね、あなたの状況がどういった感じになるかっていうのが、戦車の聖地です。勢いがあります。思いをぶつけることができます。見事な勝利を収めることができますということで、もうこれはね、あなたの方がしっかりとお相手に対してね、告白というか、アピールしてた方がうまくいきます。お相手の方はいろいろと言いたいし、でも言えないし、先に進めないしっていう感じでがんじがらめになってるところがあるので、だったら戦車の聖地を持っているあなたがリードしてもらって、自分はこうやってあなたのことをこれだけ好きなんですよっていう風にね、気持ちを伝えてもらうといいのかなと思います。もしね、そこからお付き合いしませんかっていう風にしてもらって、で、お付き合いが始まればね、お二人ともすごく相性も良さそうですしね、いい恋人関係になれると思うので、よかったらね、あなたからアピールしてもらったらなと思います。行動してもらうと、だいぶ大きな変化がありそうな気がしますのでね、応援したい。私としては、あなたのことを応援したいです。なので、勇気を出してアピール、行動してもらってはどうでしょうか。ぜひね、お願いしたいですね。では助言ですね。カップの2の逆位置です。心を閉ざさずに素直に伝えましょう。相手を信じてみましょうということでね、ここにも出てきましたからね。まず、あなたの場合はね、あなたが思いを秘めてしまうのではなくって、あなたが思ってる気持ちとか言葉とかをちゃんとね、お相手の方に伝えるっていうことが大事です。そして、お相手の方を信じる。お相手の人が、これだけあなたのことをすごくいいなと思ってるし、好きだなっていう気持ちが伝わってくる。そういうことはお伝えしましたけれども、そうは言ってもね、なかなかね、本当かなって思う時もあると思うんですけれども、お相手のことをね、まず信じてみましょう。そう、だから、お相手の方がね、動けないっていうのもあるので、そうなってくるとね、本当に自分のこと好きなのかなとか思っちゃうと思うんですけど、これだけ思ってる強い気持ちがあるのでね、大丈夫です。しっかりね、あなたが素直に伝えると、お相手の人っていうのも動きやすくなるし、それでね、二人とも、むつまじくね、過ごしていけるのではないかなと思いますので、あなた自身は、まずはいろいろと動いてみてください。では、オラクルカードですね。あなたのアピールは重要ではありません。あなたの言葉をあなたに向けてということでね。これがね、どういうことかなと思ったんですけれども、私としてはね、これでイメージしたのが、松岡修造さんなんですけど、松岡修造さんがね、いけるぞ、頑張れ、頑張れっていう感じでね、よくポジティブな気持ちを言ってるじゃないですか。あれは人に対してなんですけど、あなたの場合は、あなたに対してポジティブな言葉をね、いける、頑張れるぞ、やれるぞ、みたいな感じで思ってもらって、それでね、自分を鼓舞して、お相手の人にね、告白する勇気をね、持ってもらうといいのかなと思いますね。そう。まずは自分を奮い立たせないとね、なかなか告白って勇気いりますからね。告白じゃなくても自然ともしかしたらお付き合いしましょうか、みたいな流れになる可能性もあるんですけどね。でも、やっぱり最初のね、あなたのことが好きですみたいな気持ちっていうのはね、伝える必要があるというか、言葉としてね、ちゃんとお相手の人に言うっていうのは大事かなとは思うのでね。そのためにも、まず自分自身がね、勇気を出すんだぞっていう感じでね、自分に対して言葉をね、かけてあげるのがいいのかなと思います。そうですね。あなたの場合はね、すごく結果としてはいい感じです。お相手の人とうまくいきそうですし、で、ただね、外の人の目が気になっちゃうとか、そういうところがあるとは思うのでね。でも、そう、本当にそういう人って一部ですからね。そういう人が気にはなるとは思うけれども、そういう人をね、気にしてね、動けないとかそういう風になっちゃうのはもっと良くないと思うし、せっかくね、これだけ思いが通い合ってる二人だと思うので、しっかりね、アピールしてもらって、お二人ができればね、良い関係性になってね、
お付き合いしてもらったらいいなと思います。恋人関係になってもらってね、それでいつかはね、堂々とね、いろんな人にね、自分の大切な人なんですよ、恋人なんですよっていう言えるぐらいのね、未来が来たらいいなと私も望みますし、そうですね、そういう風になってほしいですね。という感じでね、あなたとそのお相手の方との関係性っていうのは応援しておりますので、もしよろしければね、こちらの方参考にしながら動いてみてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。あなたに対するお相手の気持ちですが、あなたに対してね、好感はあるようなので、できればね、遠慮せずにあなた自身がね、素早く動いていただくといいのかなと思います。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。まず現在です。助教皇の正位置です。落ち着いた関係を築けそうですね。ゆったりとした感じのね、二人の関係があるのかなと思いますね。かなりね、大人の雰囲気が漂ってる感じがします。ただね、この段階だとまだ片思いの状況が変わらないのかなとは思いますね。まだね、ちょっと気にはなるなとは思ってるんだけれども、お互いに踏み込めるほどの進展があるっていう感じではなさそうですね。ただね、ロマンティックな気持ちはあるっていうことなので、ちょっとね、ドキドキ感はあるのかな。恋愛になるかな、ならないかな、みたいなね、そういったね、ちょっとしたね、なんか駆け引きみたいなのが楽しかったりね、そういった時期なのかもしれないですね。二人でね、こう、過ごすだけでも嬉しいなっていうところがあるんですけれども、まだね、始まったばっかりっていうところがあるのかもしれません。では未来ですね。ワンドの8の逆位置ですね。激しい嫉妬に襲われる事態があるっていうことでね、これはもしかしたらライバルが登場してしまうのかっていうところがありますね。ライバルがいなかったとしても、もしかしたらあなたにとってはね、お相手の方のなんか行動によってちょっと振り回されてしまうというか、自分が大事にされてるんだろうかっていう気持ちとかね、そういった不安感が出てくるのかなと思いますね。で、足止めがあるっていうことなので、もしかしたらね、まだその未来でももうちょっと進展がね、うまくいってないところがあるのかもしれないですね。状況をね、よく観察してみる必要があるっていうところはあるので、そうですね。まだね、様子見っていうところですね。もうちょっとね、何かこう、あなたにとっては一歩進めるにはまだまだ必要なものが足りてないのかなっていうところが感じられますね。そうですね。情熱がね、まだちょっと加工していらっしゃるっていう感じなので、恋のね、炎がね、燃え上がるにはもう少しね、時間がかかるのかもしれないですね。お相手の方があなたに対してどういった印象を持っていらっしゃるのかが、ソードの4の逆位置とペンタクルの7の逆位置で、あなたに対して動いていきたいなとは思ってらっしゃるみたいなんですね。ということは、それなりにね、あなたに対していいなって思ってらっしゃるっていう感情はあるんだと思うんですよね。で、あなたといると落ち着くと思ってらっしゃるし、そういった部分でもね、あなたと関係性は築けてらっしゃるのかなっていうところはあるんですね。でも不安もあるっていうことなので、お相手の方にとって何かこう不安材料というか、あなたに対する、あなたと先に行く不安っていうのがあるのかな。なんでしょうね。まだね、いろいろとこう、知りたいこととかがたくさんあるのかもしれないですね。知らなきゃいけないこと。そういった部分でもっと知っていきたいなと、知っていくことで不安感っていうのがなくなっていくっていう可能性はあるんですけれども、でも、大元としては、あなたに対してね、いい印象を持ってらっしゃるっていうところはあるので、そうですね。しっかりとあなたとね、これからお話ししていったり、デートを重ねていったりすることで、不安っていうのはなくなっていくのかなっていう感じはするんですけどね。しっかりね、そのあたりを話してもらうのが一番いいかなとは思うんですよね。何が不安なのかとかね、それとなくね、お互いにいろいろと話してもらう必要があるかなとは思います。ではね、お相手の状況がどうなっていくのか。カップの7の正位置で、いろいろ目移りしている状況。
これはどういうことなんでしょうね。目移りしている、いろんな人が、お相手がいらっしゃるのかっていう風になっちゃいますけれども、自分が本当に望んでいるものが何なのかは分からなくなっているところがあるっていうことで、恋愛だけじゃなくて別のいろんなことでね、目移りしてるっていう可能性の方が高いかもしれませんね。自分が本当に恋愛をして、その一人の人間関係として築いていきたいのか、それとも他にいろいろとしなきゃいけないことがあるんじゃないかとか、もちろんね、いろいろとちゃんと恋愛、お仕事、また他のこと、趣味、いろいろあると思うんですけれども、その中で一番熱中できるものがあったとして、それが何なのか、本当に望んでいるものが何なのか、お相手の方も結構いろいろと考えやすいタイプな方なのでしょうかね。将来のこととか考えるとね、いろいろ考えちゃうっていうのはありますよね。そういうところはね。それは年齢を重ねていくにつれあると思うんですけど、お相手の方もしかしたらそれなりにね、年齢を重ねてらっしゃる方なのかもしれないですね。それか、お若い方でもね、やっぱり今後のことを考えたりとかそういうことあると思うんですけれども、それでいろいろと気になることがたくさんあると。だから、そうですね、そういったところで不安があるっていうことなのかもしれないですね。あなたとの関係性にはすごくね、いいなって思ってる部分もあるんですけれども、他のね、ことを考えて不安があるのかな。それで自分がどうしたらいいんだろうっていうのがね、わからなくなっちゃうっていうことなのでね。しっかり話聞いてあげた方が良さそうですね、お相手の方のね。まだね、そのお相手の方の話をしっかり聞くまでに至れるほどね、関係がまだ深くなってない可能性もあるので、そこはね、様子を見ながらではあるとは思うんですけれども、もしね、そのお相手の人としっかりと関係が深くなっていって、話をしてもらいやすそうになったらですね、話聞いてあげるのがいいかなと思いますね。一人で抱え込むのもね、大変だと思うので、お相手の方のね、話も聞いてあげてください。では、お相手の方の願望ですね。こちらが正義の正位置です。対等な関係を築きたい。その上で恋愛相手を大事にしたいということでね。この願望があるっていうことは、そうですね、状況としてはいろいろとありすぎて、本当に大事なのが何なのかって思ってるとはお伝えしましたけれども、結局あなたのことを大事にはしたいと思ってらっしゃるっていうことですよね。私のカードさんの場合は、ユニコーンさんが自分として捉える。自分っていうのが今回はお相手のカードになるので、お相手の方がユニコーンさん。で、重くなってるのがハート側の方っていうことなので、ハートの方が重いっていうことは、好きな人とか愛情を持ってる人に対していろいろと大事にしたいって思ってるっていうことだから、本当はお相手の人っていうのは恋愛関係に対してもっと本気で向き合いたいって思ってるんだと思うんですね。でもいろいろとやるべきことがあるんじゃないかとか、そういったところで板挟みになってるのかもしれないですね。そうだな、難しいですよね、そういうのね。抱えるものが多すぎれば多すぎるほど、自分が本当に望んでいることを手にするのって難しいと思うんですけど、そのことでお相手の方かなり悩んでらっしゃるので、もしよかったらあなたがその関係性をね、もうちょっとお相手の方にね、信頼して話してもらえるようになったら、支えてあげるっていうことしてもいいんじゃないかなとは思いますね。本当に一人でいろいろと迷走されてるっていうか悩まれてる感じなのでね、できればそれをすくい上げるような感じでね、あなたが動いてあげるといいのかなっていう感じがしますね。ってなると、ここから見ると、嫉妬に襲われるっていうのが、結局そのお相手の方のいろいろと煮え切らない態度とか、そういったところ、もしかしたら別の相手がいるんじゃないかとか、そういうふうに疑ってしまうとか、そういう部分で嫉妬が出てくるのかなとは思うんですけど、でもお相手の方の状況がまずいろいろと責任を負ってる状況で忙しい、それでいてあなたというか恋愛関係にある人を大事にしたいという
風に、いろんなことを考えすぎて大変なことになってるっていう感じなので、嫉妬する必要はないのかもしれないですね。自分と何々どっちが大事なんだっていう感じになっちゃう時もあると思うんですけど、多分その恋愛相手であるあなたのことを大事には思ってるんだと思うんですけど、抱えちゃうんでしょうね。お相手の方がね。そう、そこの辺は分かってあげた方がいいかもしれないですね。もしね、よかったら、お相手の方の話はやっぱりしっかり聞いてあげましょう。じゃああなたの状況がどうなるか。バンドの6の正位ですね。自分のやり方で成功していきます。恋のライバルに打ち勝ちますということで、ということは万が一あなた自身が嫉妬が起こるくらいの恋のライバルが出てきたとしてもね、これ人間とは限らないんですけど、お相手の人がいろんなことを大事にしてる状況なので、その大事にしてることかもしれないんですけど、そういったものに全て打ち勝つっていうことができるので、大丈夫そうです。で、あとはね、あなたが魅力が高まっていくので、告白はね、あなたからした方が絶対うまくいくっていうのは出てますね。よかったらね、自分からアプローチしてもらったらと思いますね。そこもね、しっかりと結果を出してあげた方が安心するのかもしれないですね、お相手の方が。だからこそ、いろいろと悩んでるというか、どうしたらいいだろう、大事なものがたくさんありすぎて抱えきれないっていう感じになっちゃってるので、だったらもうあなたがしっかりね、告白して、もうこういう関係性をちゃんと築きたいというふうにね、もうきっぱりと言ってしまう。それによって、お相手の人っていうのがね、決意が湧いてくるというか、けじめが出てくるのかなですね。目移りするっていうことが少なくなっていって、ある程度のバランスを取りながら動いていけるようになりやすいのかなと思うので、よかったらね、あなたがしっかり動いてあげて、で、お相手の方と関係性をもっとレベルアップしていくというかね、ステップアップしていくっていう風にしてもらうといいですね。では助言ですね。ソードの5の正位置です。遠慮せずに素早く行動しましょう。出遅れないことが大事ですということでね、ここが一番大事なとこかなと思います。お相手の方がいろいろと大変な状況にあるというか、いろいろと抱え込んでしまってるっていうところがあるので、そこで相手の尊重するのはもちろん大事なんですよ。お相手のね、大事なこととかいろんなことをしなければいけないとか、そういうところを大事にしなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけれども、ただ遠慮しすぎてしまうと出遅れて、恋愛発展っていうのがなかなかうまくいかないっていうことになってしまうかもしれないので、状況をよく観察してみる必要があるんですけど、その状況を見ながら、今だって思った時にね、素早く行動してもらう、動いてもらう、進展につなげてもらうっていう風にしてもらうといいと思いますですね。あなたが恋のね、関係性っていうのを切り開いていくというか、もっともっとね、上の方に持ち上げていく、お相手の方を引っ張り上げていくっていう感じになっていくと思いますので、遠慮はしないことですね。相手のことを尊重するのはもちろん忘れないことは大事です。あまり強引にしすぎちゃうのは良くないですからね。だから様子を見ながらではあるんですけれども、そこに、隙ができた時と言ったらいいんですかね。その相手に油断があった時に、今だっていう感じでね、アプローチしてもらうといいのかなと思いますね。では、オラクルカードですね。オラクルカードさんが、あなたは重要です。存在してくれてありがとうございます。ということでね、すごいいいカードさんですね。あなたは重要ですって言ってますね。これお相手の方の気持ちを代わりに言ってくれてるみたいな感じがしますね。あなたが存在してくれて嬉しいよって言ってくれてるっていう感じがありましたので、これからね、あなたのことをもっともっと大事にしてくださるんじゃないかな、お相手の方。あなたが動いて、関係がね、深まっていけばいくほど、もしかしたらお相手の方、あなたに対してベタ惚れになっていくのかもしれないですね。メロメロに、もう、あなたなしでは考えられないみたいな感じになっていくのかもしれないですね。それぐらい重要な存在であるよと、あなたが恋愛対象としてね、ものすごく素敵な人なんですよっていうことを言ってるんじゃないかなと思いましたね。そうですね。なんだかね、最初の頃は、ゆっくりとした感じなのかなと思ったんですけれども、でも、だんだんといろんな全体的なものを見てると、展開がね、展開というか、あなたがね、アプローチしていけば、ものすごくスピーディーにね、ことが運ぶのかなという感じがしましたね。
お相手の方の関係性っていうのがね、お相手の人がすごくあなたに対してね、猛烈な愛をね、囁きそうな感じの勢いにね、なっていきそうな感じがしましたので、まずは、そうですね、いろいろとこう、お相手の方がなんか一人で悩んでるっていうところもあるので、話を聞きながらもね、ちゃんとあなたがそこのお相手の良さそうな部分でね、しっかりと思いを伝えてもらう。で、関係性を深めてもらう。で、そうなっていくと、お相手の方っていうのはね、あなたのことを一番に考えてくれるような、すごく大切ですよ、重要ですよっていう風にね、考えていけるようなね、そういったような、もう本当にラブラブな人間関係、恋愛関係につながっていきそうな感じがしましたのでね、よろしければですね、こちらの方を参考にしながら動いてみていただければなと思います。それでは、以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。